こんにちは。この動画では、日本のトップビジネス書の要約から、あなたの目標達成をぐっと加速させるための、今日からすぐ使える3つの実践的なステップを解説していきます。忙しいビジネスパーソンの方でも大丈夫です。このわずか7分間で、数々のベストセラーになったビジネス書から抽出した目標達成のエッセンスだけをぎゅっと凝縮してお届けします。では、早速本題に入っていきましょう。さて、目標達成という旅はですね、まず頭の中にくっきりとした地図を描くことから始まるんです。というわけで、最初のステップは、目標を視覚化すること。これがあらゆる成功のまさに土台になるんですね。まずは、この言葉から見ていきましょう。なんと、ホームレスから上場企業の CEO にまでなられた、剣本健人さんの言葉です。その壮絶な経験を持つ彼だからこそ、この言葉には重みがありますよね。考えるときには注意しろ、願いが叶ってしまうから。これは私たちの思考がどれだけ強力な力を持っているかを端的に示しているんです。この視覚化、ビジュアライゼーションとも言いますけど、噛み砕いて言うと、未来の成功をまるで映画のワンシーンみたいにありありと心に描くことなんです。カリスマ体育教師と知られる原田隆さんも言っています。成功者は先に成功を鮮やかにイメージする。努力はその後だ、と。つまり、まず頭の中で成功を体験してしまう。それが行動を起こすための強力なガソリンになるわけですね。じゃあ、具体的にはどうすればいいんでしょうか。ここからは、明日からすぐに試せる3つの手順をご紹介します。まず1つ目、自分の願望を全部書き出してみる。そして2つ目、その目標が自分だけじゃなく、他の誰かの助けになるかどうかを確かめること。最後に3つ目、それを紙に書き出して毎日毎日見直す。この繰り返しがあなたの潜在意識に目標を深く深く刻み込んでいくんです。ここでものすごく大事なポイントがあるんです。それは自分さえ良ければいいっていう目標。これだと短距離走はできてもマラソンのような長い道のりは走りきれないんですね。実は先ほどの金本さん自身もかつて自己中心的な目標で一度失敗しているんです。やっぱり世の中のため、誰かのためという大義があってこそ人の潜在能力って最大に引き出されるんですね。つまり本当にパワフルな目標っていうのはあなただけじゃなくて周りの人たちをも幸せにするものだということなんです。さて、頭の中に成功の地図が描けました。じゃあ次はその目的地に向かって具体的にどうやって一歩を踏み出すのか。ここからがステップ2。小さな習慣を継続することです。ここでもう皆さんご存知のあの伝説的なアスリートの言葉をご紹介します。そう、野球界のレジェンド、イチローさんの言葉です。これは本当に本質をついていますよね。今小さなことを多く重ねることがとんでもないところに行くただ一つの道。どんなに大きな目標だって結局は日々の地道な一歩の積み重ねからしか生まれないということなんです。でも、なんでそんな小さなステップがこれほどまでに効果的なんでしょうか。その科学的な根拠が心理学者のロバート・マウラーさんが提唱するスモールステップ法にあるんです。これ、一言で言うと、私たちの脳が本来持っている変化への抵抗、これをうまくいわば騙すテクニックなんですね。脳に気づかれないくらい小さな変化を積み重ねていくことで、無理なくでも着実に自分を変えていける。これってものすごく賢いアプローチだと思いませんか？このメソッドが目指すゴールっていうのは、マウラーさんのお客さんが言ったこの一言に集約されています。あまりに小さな一歩だから失敗しようにもできない。いや、まさにその通りですよね。失敗する恐怖さえなければ誰だって行動を続けられるわけですから。では、このスモールステップを実践するための明日からすぐ使える具体的なチェックリストをお見せしますね。まず、自分に問いかける。自分にできるほんの小さな一歩ってなんだろうって。次に、ほんのちょっとだけ難しいかなって思う行動を繰り返してみる。そして、日誌なんかに進捗を記録して、結果だけじゃなく、その過程、プロセスに集中する。これこそが数々のビジネス書要約から導き出された最も効果的な実践フレームワークなんです。つまりこういうことなんです。小さな行動がやがて習慣になる。その習慣が
自信という名の強力なエンジンを育ててくれる。そしてそのエンジンがあなたを大きな目標へと力強く推し進めてくれるんです。あなたの今日の行動が未来のあなた自身を作り上げていくということですね。さあ、いよいよ最後のステップです。これはついつい見過ごされがちなんですけど、実はものすごく重要な要素なんです。それは、あなたの心と環境を最適化するということです。人は環境の生き物なんて言いますけど、本当にその通りで、あなたがどんな環境に身を置くかは、良くも悪くもあなた自身を形作ってしまうんです。この画面にあるように、成長できる環境と停滞してしまう環境には、もうはっきりとした違いがありますよね。愚痴や批判ばっかりの場所にいるのか、それとも長期的な価値を一緒に追い求める仲間と時間を過ごすのか。さて、あなたはどちらを選びますか？じゃあ、どうすればそんな成長できる環境を作れるんでしょうか？その答えの一つが、有名な成功コーチ、ジム・ローンが教えてくれるメンターチームを作ることです。これどういうことかというと、自分がこの人みたいになりたいなって思う成功者たちを意識的に自分の周りに集めるということなんです。誰と付き合うかを変えることは、自分自身を変えるための最も強力な戦略の一つなんですね。環境っていう外側の世界と同時に、もう一つ大事なのが、あなたの内なる世界、つまりマインドセットです。これもまた目標達成の大きな鍵を握っています。ここで日本で最も成功した実業家の一人、斉藤ひとりさんの言葉をご紹介します。これがまた確信をついているんです。自分のことをちょっとでも褒めることができるようになると、人のことを褒められるようになる。これつまりどういうことかというと、あなたの中の独り言、セルフトークがあなたのエネルギーレベル、いわば波動みたいなものを決めるっていうことなんです。大丈夫だよとか、そのままでいいんだよって自分自身に肯定的な言葉をかけてあげる。そうすることで成功を引き寄せるポジティブな心の状態が自然と生まれてくるんですね。さて、ここまで3つのステップを学んできました。これらは全部つながっているんですね。ビジョンを描かなければ、そもそも習慣を続けるモチベーションが生まれない。そして、良い環境がなければ、せっかくの習慣もなかなか長続きしない。ここからは、この知識を明日からの具体的な一歩にどう変えていくか、その方法をお伝えします。それでは、本日の要点を、目標達成のための3ステップフレームワークとしてもう一度確認しましょう。ステップ1、視覚化。他者を助ける、明確で心を動かすビジョンを描く。ステップ2、習慣化。信じられないくらい小さな日々の行動で勢いをつけていく。そしてステップ3、最適化。ポジティブな心とそれを支えてくれる環境を自分で育んでいく。この3つです。では、この解説の最後に、あなたが明日から、いえ、もう今夜からできる、たった一つの最初の一歩を提案させてください。それは、本当にどんな些細なことでもいいんです。今日一日で何か一つでもうまくできたことを寝る前に自分自身で褒めてあげる。ただそれだけです。これがあなたの内なるエネルギーを高める最も簡単でも最も強力な第一歩になります。あなたにとって最も大切な目標、それに向かってあなたは明日どんな小さな一歩を踏み出しますか？ぜひこの後少しだけ時間をとって考えてみてください。このように数々のビジネス書の要約から実践的な知識を短時間で効率よく身につけたいという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そうすれば今後の解説も見逃すことがありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。